お元気ですか？スタジオ羽根です。本日は金色と銀色。こちらを水彩絵の具で、どのように混色すればそれらしく色を作れるかっていうところを一緒に情報共有できたらなと思います。今水入れてってます。僕のパレットの方は、三原色混合用にウルトラマリン、クリムゾン、パーマネントイエロー。こちらにパーマネントイエロー、レモン、オーペラ、コンポーズブルー、ジョンブリアン、ビリジャン、バンダイキブラウンとなってます。暗めの三原色、明るめの三原色、2つ入れてありますね。簡単な形描きましょうか。スライムにしますね。ドラゴンクエストっていうゲームに出てくるスライム。僕はドラゴンクエストあんまりしたことないけど。こんなもんかな。一番明るくしたいところにちょっと水打ちしておきましょうか。パーマネントイエロー、それにクリムゾン。この混色においては、これぐらいの鮮やかなちょっとオレンジが出てきますね。で、これで塗る部分も大いにあるのかなと思います。よいしょ。で、これをもう一種類。これぐらいの濁色作りました。こっちはもっと濁色。黒に近い色ですね。今作ったのが黄色とクリムゾンでオレンジ作りました。これに濁色入れます。濁らします。パーマネントイエローとクリムゾンを使って、それに三原色混合の濃いめのグレー入れます。こんな感じに変化するかなと思います。もう一つが明るめのパーマネントイエローレモンにオペラ。これにも同じく濁色混ぜます。ちょっと緑みを感じるような感じにしますね。さらに混ぜます。ここら辺の色合いを作って塗っていこうかなと思います。パーマネントイエローレモンとの明るい方のコンビネーション。明るいめの濁色。逆光など、地面から反射でもらう明るいところとかは、これぐらいの色がいいのかなと思います。こっち側と左右をね、同じにしない方がいいのかなと思うんで、こっちはこれぐらいの色。ここら辺でくっきりはっきりしたくないところが出てきますので、一旦、薄いめの濁色作りますね。薄いめの濁色で明るく残したいところ、ちょっと絞っていきますね。これに色を置いていきます。混色で作った色をのせていきます。下の方の逆光はもう一度グレーを使って絵の具の量で濃い薄いをコントロールしてます。乾いてきましたら影描いていきます。床に落ちてる影。今乾き気味になってきましたから、今がチャンスですね。どんどん映ってるものとか入れていきます。
この乾き気味の時が一番ノリがいいですね。色を少しずつ濃く置いていきましょうか。この一番カーブが激しく変化するところ、通のから曲面に変わるところとかがですね、一番慌ただしくなってくれたらいいですね。ぼやーってしてるところもぼやーってさせておきますね。あとは基本色に少しさらにグレーを、アウトラインがぼんやりとしていてくれた方がいいので、グレーを塗って、これでは濃いので、リフト。口の中。こんなもんかな。で、目の周りですね。目の周りどうしましょうか。なんか形状難しいですね。知らんけど、さすがに白っていうわけにもいかないので、グレー作りますね。白に見えるところ残しましょうか。乾いたら目入れてみましょうか。その間に影をもう一回暗めにしときますね。今度こっちですね。先ほど作ったこっちの三原色の方ですね、もう使いませんので潰していこうかと思います。こっちは黄色み強かったと思いますが、これをグレーにしていきますので、青、ウルトラマリン出して、赤、だいたい青が多いめ、次にクリムゾンがちょっと少ないめの多いめで、パーマネント入れるレモンで微調整みたいな感じですね。グレーの色調、この三原色で完全に、暗めの色、作っておいて、水の分量でちょっと調整していったら、これぐらいの色が出てきます。これがグレーですね。多分目と口がすごく重要そうなので、わからんけど、ちゃんと書いといた方が良さそうですね。丸を。この口のカーブ難しいですね。なんかそんな可愛くならへん。こだわり出すとキリがないですね。これぐらいでいきましょう。さっき作ったグレーでもう一気に塗っていきましょう。このグレーが、一番明るい、マックス明るい白に対してのこれだけ色つきますよっていう話です。アウトラインよりも中に色味を置いていきますね。どんどん置いていきます。ハードエッジにならないように、どんどん置いていきます。少し色味をさらにこれぐらいまで濃いところを探して入れていきますね。この時にはもう流して入れるような感じで入れていった方がいいかなと思います。手前のところが少し青みがかって青っぽいものがあるぞっていう感じに持っていきますね。さらに暗い色を作りました。水気をどんどん減らしていってる状態ですね。この影のところですね。影のところを
有色と彩色使って暗めの色入れていきます。手前に少し青みがかっているところが、黄色みがかって見えるところを作っていってみますね。こっちに黄色いスライムがいますので、それがまあ映ってるような感じにいたしましょうか。こうやったら映ってるように見えませんか？今度この影がこの顔に映ってる感じに色をつけてみました。あとは水分量をどんどん減らしていきますね。水分量をどんどん減らして、あくまで黒っていう色は使わないでいきますね。よいしょ。さっきのこっちの方のスライムに目を入れましょうか。こんな感じかな。わからん。細かいものが映ってるように感じるように描きたいので、描き足していってます。こんな感じかな。目の中もグレー。口の中塗りますか。はい、眼球入れます。こんな感じかな。まあ、使った色としては、こっちとこっちでは全然違いますけれどね。もう、アウトラインもむちゃくちゃで、色だけでのね、実験でいたしましたけれどもね。この、ウルトラマリンとクリムゾンとパーマネントイエロー。まあ、こちらの3色でね、ほとんどのことが、用が足せれたっていうところですね。このパレットは、三原色混合に特化したパレットで、手作りで作っております。ご興味のある方は、概要欄の方に三原色パレットという欄がありますので、そちらで、本当に一個一個作っていきますので、気長に待てるよという方は、そして手作りでちょっと傷とかがあっても気にしないよっていう方はですね、一旦見てみてください。消しゴム当てたら綺麗ですね。いい感じです。こうやってね、いろいろチャレンジしていってみてください。絵を描くっていうことはですね、楽しいです。なぜならば、失敗するか成功するかわからないから、成功したら面白い。挑戦ですね。いろんな画材も使ってないことをチャレンジするのは面白い。ただ、成功しなきゃって思うと、ちょっと、緊張しちゃうでしょ。あまり緊張せずにいろいろ試していってみてください。羽さんが、メンバーシップですね。そちらの方ではね、年齢層様々な方がね、みんなで楽しく、絵の練習、修練をいたしておりますね。今のこの実験、やってみた、でうまくいった、いってないをですね、一個一個楽しみながら噛み締めてやってってますのでね、もしよかったらご興味があれば、羽さんがいつでも、いつから始めても楽しめますので、よかったらご検討ください。ご視聴いただきありがとうございました。動画でも使用しているこちらのパレットは長年の画業の中でこんなパレットが欲しいと思い試行錯誤を重ねついに生み出すことができた三原色パレットです。パレットの詳細は概要欄にリンクがございます。使ってみたいと思っていただけた方、少しでも興味のある方はこちらからぜひご覧ください。あくまで素人が作っているものなので傷や気泡などがあります。これらのことが気にならないよ、大丈夫、使ってみたいと思っていただける方のみ見ていただけたらなと思います。あるところに彼はいました。羽があるのに飛べない彼はきっといつか夢が叶うと歩き続けました。